お腹すいた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 。ブーヤマ1ヶ月サバイバル。食料不足でリタイア寸前まで追い込まれたマサルだったが、21日目にしてようやく鹿の狩猟に成功。最終日までの食料を確保することができた。そして最終日までの目標が2つ。寝袋なしで寝れる拠点を作ること。もう一つはこの時期だけに取れる極上のイノシシを捕獲することだ。23日目、ついに帰りたくなってきました。はい。それもそのはず、鹿肉のおかげでようやく命がつながったとはいえ、この23日間一度も風呂に入れず、寝袋があるとはいえ寒さで満足に寝れる日などありませんでした。やってることは楽しいんですけど、普通の生活に戻りたくなってきましたね、ついに。昨日まではもう全然ここでいいじゃんみたいな、もう全然ここで暮らしていけんじゃんみたいなメンタリティーだったんですけど、今日急に来たな。今日急に来ましたね。ものすごく帰りたい気持ちになっております。ただあと2つね目標がありますんで、目標に向けてやっていこうと思います。はい、さあやっていきましょう。まずは拠点の暖炉作りです。ここで暖炉を作ろうと思ってここで火を焚いてみたんですけども、うまく酸素が入らなくて消えてしまったんで、煙突的な構造をね作ろうと思います。これ下手したら全部瓦解するんで、瓦解したらこのプロジェクトは終わりです。ちょっとさすがに何作ろうとしてるかわかんないよね。最終的に暖炉を作ろうとしてるんですけど、薪をくべるところを作ってるところですね。で、暖炉の中で火をつけますと、空気が温まって上昇して煙突から抜けていくんですよ。煙突から空気が抜けると、今度は吸い込む力が発生します。で、新鮮な空気が入ってくることで火は燃え続けるんですね。これ思いついた瞬間さ、もう俺リトル千空じゃんと思ったんだけど、さすがに調子乗りすぎか。とにかく理論上はうまくいきますが、果たしてどうなることやら。とりあえずやってみます。瓦解しませんように。まず空気の入り口をね掘っていきます。超慎重にやっていきます。ここをまっすぐ掘り進めると、マサルが掘った洞窟につながります。下手に刺激を与えると洞窟ごと崩れてしまいます。慎重に掘り進めますが、なかなかたどり着きません。その後も掘り続けますが、意外と深い。そしてようやくその時が。やった、これあっち側の入り口で繋がりました。うわぁ、1時間ぐらい掘ってたから、もうマジでもうぜいぜいですよ。基本的に火って上に上がっていくんですよ。で、暖炉みたいな形を作ろうかなっていう風に思ってます。ここがですね、火を焚く場所なんですけども、ここに石をね、ぐわーって積み上げて、で、暖炉を作っていきます。はい。で、最も難しい課題なのが、上に穴を掘ることですね。果たして穴を掘っても崩れないのか、僕にはわかりません。ここは賭けです。この辺を掘るってことですね。うわー、崩れる気がするな。ダメだったらダメならダメで、寝袋で寝るとします。はい。挑戦することにね、意味がありますから。ここら辺だよね。いやー、恐ろしい。さて、崩れて台無しになるのか、ここが暖炉になるのか。頼む。最後の最後に家で寝かしてくれ。結構厚みがね、あると思うんだよね。もうちょい深いか。これじゃダメか。これで暖炉できたら結構嬉しいんだけど。下から上への対流を作ってあげれば火はつくはず。風の流れができれば。スコップじゃないと来れなくなってきた。
はい、なんとかねトンネ煙突も穴開きました。一旦今日ここまででいいだろう。てかさ、今23日目、意外と痩せないんだなと思った。煙突も完成させ、ひとしきり意外と痩せてないことに嘆くマサル。冒頭でも帰りたいって言ってるのでわかると思うんですけど、体力的にも精神的にもかなり追い込まれています。しかし自然は待ってくれません。今日食べないと鹿の脳みそ、そして知る人ぞ知る極上の味、鹿のタンを食べることができなくなってしまう。コメント欄でなんでそんなに元気なんだよ、飯食ってんだろみたいな色々とつきますが、もう一応ね、僕も YouTube10 年やってるんですよ。相当体調が悪かろうが元気な姿を見せて視聴者に喜んでもらうのが仕事なんですよ。視聴者からしたら俺が体調悪いかどうかなんて関係ないからね。はい、どうもサルです。ということでメンバーシップの皆様、今日はゴールデンカムイで出てきた鹿の目玉と脳みそ、こちらを生食していきます。アシリパさんがこれが一番うまいってね言ってたんで、まあ俺はその味がどんなもんなのかとずっと気になってたわけですよ。今回に関してはもう本当に味の想像が全くつかない食材なんで、久しぶりに私心躍っております。ちなみに撮影は7時間にも及びました。しんどいから無理とか苦しいから無理とかじゃなくて、やるんですよ。人間本気になれば想像以上に動けるんだよ。ということでこの日は煙突を掘って鹿の脳みそを食べて終了しました。おはようございます。24日目です。まさかのもう一匹かかってる。これはメス鹿ですね。こういう斜面に仕掛けるとですね、鹿は結構すぐにね死んでしまうんですよ。死んでどんぐらい経ってるんだろうな。ちょっと触って体温を確かめてみよう。ちょっと時間経ってるかもね。まあいい。鹿はメス鹿の方がうまいんでね、さばきましょう。まあ、取り方さえ覚えてしまえば結構簡単に取れるんですね、鹿は。今日3日に一度の俺の死亡確認をする人が来るんで、全部あげましょう。まあ、この仕掛けはですね、引っ張れば引っ張るほど締まっていくんですよ。まあ、およそ50キロぐらいあるこの鹿の体重がですね、ここで一点にかかってるんで、まあ、取れないんで、まあ、この辺でノコギリで切り落としましょう。よし。よいしょ。まあ、こう落とすしかないよな。まともに歩けないんだから、こんなところ。まあ、さすがにね、鹿2頭目さばくところ流してもしゃあないんで、もう個人的にカメラ回さずにさばいていきます。まあ、カメラ回さなかったら2、30分で終わります。はい、というわけで、目近からこれだけの肉が取れました。ちょっとサイズ感がね、わかんないと思いますから、これ、僕の手です。で、これが後ろ足の肉。脱骨した状態の肉ですね。かなり大きいです。初日に取ったオジカと同じぐらいでかいんで、もうこの個体は5歳とか6歳とか言っててもおかしくないですね。で、この鹿肉が取れたのはちょっと俺的にはなんか運命を感じてて、たまたま3日に1回俺の死亡確認をする人が来てて、ペット用のシーツを買ってきてもらうことができて、メス鹿を無駄にせずに済んだんですよ。鹿肉ってめちゃめちゃ栄養豊富で、普通に焼いたらめっちゃ柔らかくて、豚のロースの上位互換みたいな味がしてめちゃくちゃ美味しいの。しかも栄養豊富なんだよね。これ可食部冗談じゃなしに10キロぐらいあります。やばい。1日 500g 食べても20日間も鹿が食べれます。最高じゃないですか。マサルがここまで興奮するのは鹿肉って高級だからなんですよ。10キロなんて普通に買ったら7、8万するんですよ。今はナレーション入れてるんですけど、今日の朝も食べました。まあ最高でしたね。で、今日はね、もも肉をですね、食べ比べしていくんで、血抜きがされてないんで、やっぱり血が結構ね、回ってる印象ですね。オジカはこんなに赤くなかったです。ただね、さばいてる時、結構ね、人肌よりちょっと高い温度だったんで、多分死んでからそんなに時間が経ってなかったんだと思う。まあ、血が回ってる肉もね、食べてみたいんで、こっちをね、食べてみます。俺一時期鹿肉好きすぎて、3ヶ月間鹿肉毎日 700g 摂取してたんですよ。なんかすごい元気なかったんだけどさ、マジでびっくりするぐらい元気だったんだよね。ハエは血の匂いによってきてるのかな。なんか血をこうやって拭き取ったら全然ハエが寄ってこなくなりましたね。いやー、まさかね、鹿がかかってるとはね。しかもあのメス鹿結構でかくて、マジで50キロぐらいありそうだった。ちなみに50キロクラスのメス鹿は超珍しいらしくて、後日友人に写真見せたらえっって言ってました。で、そこで衝撃の一言だったのが、素人で鹿を取るなんてまず無理だと思ってたよって言われました。初見で一人でとどめ刺しまでやるのはやばいらしいです。動物はさばくとき、魚と違って骨を裁断
散しないんで、基本的に、上手くなれば何回動物さばいても包丁を研ぐ必要はないらしいんですけど、もう今回持ってきた包丁はボロッボロですね。難しすぎますね。で、そろそろね、拠点完成させたいんで、今日はちょっと本気で拠点をね、作っていこうと思います。で、煙突をね、作りました。一応こっから空気が入るようにしていて、この上の方から空気が抜けていくようにしています。ちょっと崩れないか怖いんですが。で、中がこんな感じになってるんですけど、ここを上まで塞いで暖炉にします。この辺の草とか危ないんですけども。で、こっから上まで石を積み上げまして、あそこのね、空気の穴から入って、ここで抜けるようにすれば、理論上は空気が入ってきて火起こしができると。それを作っていきます。崩れずに暖炉ができる可能性は、30% といったところでしょう。まずは暖炉作るように石を川の方から運んでいきます。よいしょ。表。よいしょ。ちょっと足りなさそうですけど集めてきました。重いやつからいこう。よいしょ。さて、とりあえず石を運んできたんですけども、これで火がうまくつくのかどうか。そしてここね、だいぶ隙間があるんですけど、これもね、石で埋めれたらいいなぁと思っております。とりあえず一旦煙突を作りまして、火がしっかりとつくのかどうかをね、試してみます。一応薪を入れていくんで、木を入れていく幅が50センチぐらい欲しいんですよ。なので、今、推定20センチぐらいなんで、こうやって、高さを出していきます。で、これで、左と右の高さが同じぐらいになったかな。これがさっき言ってた計画の薪をくべる場所を作ってるところです。で、大事なのはね、隙間を塞ぐことなんで、こういうちっちゃい石もね、入れていきます。次はどうしようかな。こうかな。こうでしょ。うわぁ、ガタガタして怖えな。ガタガタするときはこういう小さい石を挟みましょう。よし、これでガタガタしなくなった。じゃあここに置いていきましょうか。おー、いいね。こっちはガタガタもしてない。で、ここら辺でですね、長い石をドカンと。おー、これはガクガクしますね。でもそれっぽくなってきてますね。ここら辺にこういう石を置くのはどうだろう。やっぱりこの細長い石じゃなくて、ちょっとしっかり重たい石を乗せましょう。今回最重量の石でございます。崩れたか。そう、こんな感じでね、石を積むのがとにかくシビアなんですよね。もうね、10回ぐらい倒れてるんですけど、1回言ったことはね、曲げたくないから、もうこれ意地ですね。絶対に仕上げたいと。かなりいいね。で、こっからはもう積み重ねていくだけでしょ。積み重なってきた。重心しっかり考えないとすぐ崩れるね。さて、あともう少し崩れないでくれ。おー、だいぶ隙間ないんじゃない？ちょっと早速火をつけてみましょうか。やっぱこういう隙間からね、空気がね、出ていってしまうんで、どうしてもね、こういうとこから空気が入ったりして、まだまだ微妙な構造なんで、埋めたいところではありますね。が、ちょっと一旦火つけてみましょうか。はい、それでは煙突ができたということでですね、薪を割っていきましょう。前回ね、ちょっと薪が太すぎたっていうのと腐ってたんで、今回はより細く、そして乾燥した木を使用していこうと思います。俺は1日目と2日目以外はずーっと寝袋使ってるんですけど、山で遭難した時に寝袋なんてないから、寝袋なしの状態で寝る。ということで、マジで火ついてくれー。よし、やっていきましょう。前回とは違いかなり密度の高い木です。しかし先日、鹿の角を切ったせいで、
全くノコギリが切れなくなっております。ちなみに思いのが暖炉がうまくできたんで、私めちゃくちゃテンションが上がっております。にしても硬い。でも詰まってるっていうことはよう燃えるってことや。よっしゃー、割っていくぜ外した。疲れておりますな。ほらーほらー、よいしょー。はい、結構いい感じの薪になりました。なんかこういうさ、絶妙に割りにくい薪ってさ、どうやって割るんだろうと思ったんだけど、こうやって力ずくでいけんだね。よし。はい、とりあえずね、薪はバケツ1杯分取れました。薪作るのも結構大変なんだね。15分ぐらいかかりますね。で、これがどのぐらいで燃えるのかっていうところですよね。一晩も持ちそうにないですね。さて、こっからが本番です。空気を入れる場所から入れたいところなんですけども、50センチぐらいあってちょっと遠いんだよね。遠いので、まさかのこの煙突からですね、火の元を入れていきます。熱すぎだって。よいしょ。これでよし。さて、これだけの火があれば空気の通り道ができてたら消えることはないはず。マジで頼む。キャンプからサバイバルにしたい。頼むぜ。では行ってまいります。これ入れるの難しい。あんたそこで燃えてちゃダメよ。落ちろ落ちろ。落ちてくれ。よしよしよし。さて、薪をくべていきましょう。でも煙突から煙が出てる。うわ、ちょっと動画上では見づらいな。煙突から煙が出てる。おお、火が消えてない。これは成功と言ってもいいんじゃないか。このちっちゃい薪から入れていこう。大きい薪はね、燃えづらいからね。よいしょ。これまさか俺拠点完成した？じゃあちょっと息を吹きかけて火を起こしてみます。見てください。煙がどんどん上に上がっていってます。これは本当に家になったかもしれない。さて、ふう吹きまくってなんとか火は起こせたんですけども、こっから火が絶えないかどうかですね。あとここら辺やばい。いやでもこれだけの火が確保できるのであれば、もう全然ここでも寝れますよ。ただだいぶ足が寒そうですけどね。で、これちょっとね、木がね若干湿ってたっぽくて、これ火がつきづらいです。なんでまあそこら辺に落ちてる枝とかでね、なんとか火を起こしてるって感じですね。まあでも乾燥すればですね、結構火が持つんでいいですね。おー、煙はまあ上々ですね。いや俺絶対さ、崩れてできないと思ったからめっちゃ嬉しい。これえぐい、最高。穴掘ってよかった。諦めなくてよかった。ちょっとまた30分後ぐらいに戻ってきて、30分後で火がついてたら暖炉の出来上がりや。さて、1時間ぐらい経過しました。すげえ、火がしっかりとついてる。今日ここで寝られんじゃね。一応ね、ここの隙間からね結構煙が出てるんで、明日ここの隙間さえ塞いでしまえばもっとゴーゴーとね燃えるはず。おー、本格的に拠点っぽくなってきましたね。いいですね。薪はねちょっと長時間燃えるような形で使って、で実際にゴーゴーと燃やすのはそこら辺に落ちてる細い枝ですね。まあ寒くなったら細い枝をぶち込めばいいって感じですね。まあ屋根はですねこんな感じで、まあ風も雨も防げるような状態じゃないんで、明日はですね茅をね置いていこうかなと思っております。まあ入り口がある限り寒さはどうしようもないと思うんですけども、さてどうしましょうかね。で、こんな開けてる場所なんですけど、結構ねあったかいです。意外とね。いやこれ頑張って積んでよかったな。これ積むのめっちゃ難しかったわ。
動画にはしてないけど、こうやって小賢しい石を挟んでいって、石が揺れないようにするんですよ。にしてもさ、石垣とかさ、何十年も持ってるじゃん。石垣作ってる人すごいな、ほんまに。しかも最高なのが、通気口から火が見えるんですよ。ちょっとライト照らしますね。ほら。いや、いいね、これ。男のロマン詰まってるね。はい、煙突でね、テンションが上がったんで、イノシシの仕掛けを一つ仕掛けました。また鹿がかかる可能性があるんで、鹿がかかったら、どうしましょうね。これででも最後にイノシシ取れたら最高だよね。はい、というわけで、イノシシの仕掛けを1個仕掛けてきて戻ってきました。残念なことが一つあります。我が煙突が消えておりました。鹿のオスとメスの食べ比べをしようと思うんですけども、24日目の夜、まだまだ終わりません。本日取れた鹿肉のメスと木に吊るしてあるオジカの肉を食べ比べることに、取れてからまだ2日しか経っていない肉、早くも自然の洗礼を受けることに。ということで、24日目後編も皆さんぜひぜひお楽しみに。